激セマ生産です。お世話になっております。というわけで本日カットするフィッシュがこちら、5キロオーバーの巨大魚ニベでございます。ご覧の通りまな板に乗る気はゼロでございますね。というわけで本日はこちらの巨大魚をお刺身盛り合わせにしていただいていこうと思っております。では早速フィッシュをカットしていきましょう。はい、というわけで本日カットするフィッシュがこちらのニベでございます。もう本当に激狭キッチンでさばくなんていうかね、そもそも一般家庭でさばくサイズじゃないですね。こちらニベ、あまり利き及びのない魚かもしれませんが、バカでかい石餅みたいな感じだと思っていただければと思います。では早速ですが、こちらのニベですね。まずは鱗ガリガリからしていきましょう。もう鱗ガリガリしようにもね、シンクにすら入らねえっていう。とりあえずね、シンクにも入らないんですけど、こうやって水出しながら鱗をガリガリと引いていっちゃいます。はい、というわけで鱗がしっかり描き終わりました。この間動画にしてみれば1秒に満たない出来事なんですけれどもね、がっつりシンクから床まで鱗飛び散りまくってますからね、これのお掃除などをカットされたお時間でやっております。今回はね、エラなどは取らずにもうまんま頭からまずは取っていっちゃおうと思います。ここから入れてっちゃって、はい。でこの時にね、どうしようかな、今腹開けるとドロッと出てきちゃうかな。まず頭だけ取っちゃいましょう。これを押さえてグイッと、はい、このようにひっくり返しまして、ヒレを持ち上げて鎌の後ろからグイッと入れてっちゃいます。はい、ではこれで頭が切り落とすことができましたので、やっぱね、石餅の仲間だから浮き袋がすげえな、すげえつながってる。はい、では頭がカットできたので、こちらはシンクの下にさよならです。はい、よいしょ。じゃあとりあえず頭が取れたので、胃袋の中身も内容物そんなになさそうなので、腹は今の時点で開けていっちゃいましょう。よいしょ。はい、じゃあ腹が開きました。これは何だろう、卵巣なのかな。ちょっとね、ここは本日食べる予定がないので、こちらもさよならです。はい、ここほらすごいでしょ。これ浮き袋なんですけど、やっぱ石餅とかの仲間ってね、浮き袋がすごいしっかりしてて特徴的ですよね。こちらもね、本日は特にお料理に使う予定はないので外していっちゃいます。よいしょ。では内臓と頭が一通り取れましたので、ここのね、腎臓のところに包丁を入れていっちゃって、ここを水洗いしてきれいにしていっちゃいましょう。はい、というわけで、千綿腎臓のところもきれいになりましたので、早速腹の方から包丁を入れていっちゃいましょう。今日はね、いつも御徒町にあるお店で魚を仕入れることが多いんですけれども、今日はね、あんまり見たことのない若い店員さんがいらっしゃいましてね、4月なんでね、新入社員の方ですかね。この5キロオーバーのニベを買っていくところを見て、兄さんそんな魚買うてどないしはりまんねやというような顔をしておりましたが、魚はこうやってさばくんやで。こちらね、背側にもスッと1本ガイドラインを引いていっちゃいますね。で中骨に当たるところまでスイッと入れていっちゃって、はい、でこちらで入りましたので、中骨から身をキャストオフしていきます。いや、なんかすげえな、硬い。ここナルト骨みたいなのも入ってるな。よいしょ。いやっ腹骨買ってやるじゃないか。はい、ということで腹骨が硬い時は急遽予定変更で腹骨だけ包丁入れていっちゃいましょう。よっと。ガチでこのキッチンでさばける魚じゃねえ。よいしょ。はい、では腹骨が切れましたので、これでね、身は外れたでしょう。よいしょ。はい、じゃあこれでね、無事片身は取れましたと。やっべえ、壁めっちゃえぐっちゃった。はい、というわけでね、こちら片身が取れましたので、もう片身はどうしよっかな。骨付きのまま切り身にしてもいいけど、じゃあこちら側はね、今腹骨が硬いことが分かったので、もう背から入れる前に先にこの腹骨から包丁入れていっちゃいましょう。よいしょ。よいしょ。でね、こういう感じで入れちゃった時はこのままね、腹から背に向かって包丁を入れていっちゃいます。やべえ、これ何の問題もねえって感じでさばいてますけど、クソ失敗しまくってぶどまり最悪ですね。これ仕事でやってたらバチクソ怒られるやつですね。よいしょ。じゃああらかたね、背の方まで入りましたので、あとはこの背のところを切り離していっちゃえば
おろしが完了でございます。やりづれー。はい、ではこれで3枚おろしが完了いたしました。これはさすがにあら汁に使おうかな。とりあえずシンクに入れておきましょう。よっと。ではね、ここまで来ましたら、あとはこのまま腹骨も描いていっちゃいましょう。どう配置しようかな。一回こっちのまな板に寄せるか。はい、じゃあ腹骨を描いていくんですけれども、もうこれ縦にどうにもなんねえから、まな板自体一回こう縦にしちゃいますか。よし、こうしちゃって腹骨を描いていきます。いや、ほんと石餅に似た魚ですけどね、このサイズになるとなんだろう、この腹骨の入り方が若干タラみたいに、危ねえ、タラみたいに感じますね。タラもね、やっぱこのぐらいの5キロ超えぐらいのサイズになってくると腹骨のところがまあ硬いんですよね。よいしょ。はい、ではこんな感じで腹骨が描けました。これもあら汁に使えるな、置いときましょう。よいしょ。はい、じゃあもう片身の腹骨も描いていっちゃいましょう。はい、というわけで腹骨が描けましたので、今回はね、こっちのハミは切り身とかにしてね、今後1週間ぐらいかけて食べていこうと思うんですけれども、今回お刺身に使うのはそうだな、背と腹のところ1柵を刺身に使っていこうと思います。はい、というわけでね、ここの腹の部分を柵に取っていっちゃいます。まあ何しろ乗り切らないよね。じゃあね、血合い骨がここを通ってるんで、この血合い骨に沿ってスイーッと入れてきちゃいますよっと。じゃあ1本入れたらそのところグイッと入れちゃえば、はい、これでね腹のところの柵が取れました。本日使っていくのはねこちらでございます。背の方はねさっきの切り身の方にまとめちゃって、今後1週間分ぐらいの食料でございます。はい、ということで、ちょっと前のシーンからこのシーンまでの間にね、やる作業量が多くて、どういうつなぎだったかさっぱり覚えてない、忘れちゃったんですけれども、とりあえず皮を引いていきます。で、今回はね、普通に皮引き半分、もう半分を焼き霜でやっていこうと思います。バーナーで炙ってね、皮目も一緒に食べていこうと思います。なので、皮を引くのはこのぐらい、半分ですね。はい。こちらを皮を引いていっちゃいます。よいしょ。皮はねかなりしっかりしてますので、そうそう切れることもないですね。はい、ということでこちら皮が引けました。皮引いた方はね一回キッチンペーパーに包んじゃって冷蔵庫で一旦眠ってもらいましょう。はい、でもう片方はですね皮面をね焼いていっちゃいます。どうしようかな、1本ライン入れた方が綺麗かな。入れるか。はい、では1本ラインを入れまして、はい、こちらガスバーナーでございますね。炙っていきます。はい、じゃあしっかり炙ることができましたので、なんか最近ねいつもこの後氷水に取ってたんですけど、直接冷蔵庫に入れちゃった方がねこの皮と身が剥がれにくいっていうことに気づいたんですよね。このまま冷蔵庫に入れていっちゃいます。はい、では本日はねお刺身盛り合わせということで、こちらニベと先ほどの焼き霜にしたニベですね。それからこちらメジマグロの腹の部分ですね、大トロです。あとはこちら赤貝でございます。これらを使ってね本日は盛り合わせにしていこうと思います。ではまずはこちらのニベの焼き霜ですね。焼き霜を盛り付けていっちゃいたいと思います。まずはこちらですね、タイバですね。かなり香りが良くて決まるやつです。じゃあこちらに敷いちゃって、焼き霜はね平作りで普通に切っていっちゃいましょう。スッと入れてバン。やっぱりねこの焼いた後に表面水に取るよりも冷蔵庫に直接ぶっこんじゃって冷やした方が皮が剥がれないんですよね。なんか今まで表面水につけるのが当たり前だと思ってたんで、冷蔵庫に入れるだけの方が圧倒的に楽でいいですよね。ということでこちらはね一番奥に1列ガラッと乗せていってっちゃいます。あとはねラストにこちらのすだちでございますね。すだちを半分に割っちゃって、じゃあすだちをこの辺に持っていきましょう。ということでこれにて、すだちめっちゃいい匂い。ではこれにてニベを使ったお刺身盛り合わせ完成です。
ではでは本日もいただきます。さてさて、やっとできた。というわけで早速でございますが、まずはね、やっぱり本日はニベがメインということでございますので、ここからいきましょう。メジマグロ。メジマグロね、すげえ好きなんですよ、マジで。ちょいちょいとお醤油につけて、すげえ油浮くの分かります？やっぱね、大人になったら黒マグロですからね、油がすごいんですよ。いただきます。美味しい。ものすごい油っていうわけでもなくてね、大人の黒マグロになるとあんまりこう酸味がないんですけど、子供のうちってちょっと酸味があるんですよね。自分その酸味が好きでメジマグロすごい好きなんですよね。ついつい箸が進んでしまいます。でもね、続いて早速ですが、メインのニベですね。こちら平作りにしたところを2切れぐらいごっそりいただきます。石餅を刺身で食べたことがある方は想像つきやすいと思うんですけど、石餅とか刺身で食べるとすごい密質のふわふわさと、噛むにつれてだんだん口の中でこうクリーミーになっていくというか、そういう食感がねすごく美味しいんですけれども、まさにそのニベにもねその食感が通じるというところで、かなりね美味しい白身でございます。ということでこちらニベのね焼き霜でございます。2切れ取っちゃったけどでけえな。1切れにしておきましょう。この焼き霜、皮目のところにねとっても美味しい油がついているので、やはり皮目を味わってこそのニベって感じでございます。いただきます。皮かってえな。全然噛み切れねえや。なんか俺前にも違う魚で同じような失敗した気がするんだよな。やっぱ皮が硬めの魚って焼き絞りするより湯絞りした方がいいんですよ。何で前失敗したんだろう。全く学んでないですね。ただ皮は硬いんですけど、うまいはうまいんですよ。やっぱりね風味が炙ったことによってつくんでね、うまいのはうまいんです。皮買ってえな、すぎったな。あとはね、じゃあ赤貝いただきましょう。赤貝はね、もう言わずもがなうまいやつ、処理もねちゃんとされてるやつを買ってきたんで、めちゃめちゃうまいでしょう。いただきます。貝類の刺身久々食ったな。貝類結構ね自分で処理するのがめんどいんで、あんまり刺身で食べないんですけども、やっぱ赤貝の刺身うまい。ということで本日もエナジー注入1本いただきます。本日はねこちらウォーレンメロンでございますね。新登場と書いてあったので買ってみました。どうでしょう。いただきます。はい、というわけでね本日もエナジー注入1本いただきます。おいしいでございます。ではではあとはのんびりと味わっていきます。ではでは本日もごちそうさまでした。では本日はね5キロオーバーの巨大魚ニベ、こちらお刺身の盛り合わせでいただきましたが、いや美味しかったですね。美味しかったんですけれども、ただね一般家庭天津さえこんな激狭キッチンでさばく魚ではないなというふうに思いました。ただね5キロオーバーのニベをさばくのはね初めてだったので、この宿泊しながらさばくっていうのもね一つの楽しみではございますね。あとモンスターエナジーはやっぱり緑派でございます。というわけで本日の激狭水産はここまで。また次回の動画でお会いしましょう。またね。